実ははい。採用面接と TA というのが書いてあって、はい。これが実は面白くて、うん。家系図と TA、交流分析を合体させると、じゃあコーチングうまくいくっていう話なんですね。うん。はい。皆さん、こんにちは。人事コンサルタントの山際です。今日もですね、小川先生のレゴグラムの解説、後編ということでお願いしたいと思います。今日もよろしくお願いいよろたします。しくお願いします。はい。はい。それでは前回のやつは TA に関する基本的な理解をしようということで話しましたが、今日ははい。その TA を使って研修とかコーチングをやった事例をご紹介したいというふうはい。に思います。じゃあ次いきます。はい。まず研修の事例から。これは古い本で1976年に書かれた自己改造法という本があるんですが、この本の中に TA の研修の基礎コースというふうに書かれている部分があって、はい。で、これが面白いなと思ったんですけど、ただ、どういうふうにこれをやるかということが書いてなくて、ああ、は中身だけ書いてあるんですよね。い。はい。で、そんなんで、どう使うかっていうのは書いてない分だけちょっと困るんですが、一応見てもらいましょうというはい。ことで、自己改造のために使うというふうに言ってるんですが、次のスライドを見てください。で、基礎コースというふうに書いてあって、これ見てもらうと、前回お話をした PAC の話を中心に、それからエゴグラムのところあたり、それから交流パターンの事例っていう、左側の部分が、おそらく基礎的な部分で、で、右側の部分がそれを組織とか企業とかの中でどういうふうに活用するかということを中心にしたセッションが続いていると。こういう構造で TA を研修に使うっていう考え方が76年の本に出てきていると。残念なことに、これをどういうシチュエーションで、どれくらいの時間をかけて、誰を対象にしてやったかということは書かれてないんですよね。なるほど。なので、ちょっとそこは残念なんですけど、やるとしたらこんな感じでやれるのかなということで、結構時間かかりそうな気もするんですけれども、そうですね。これははい。楽ですね。で、同じ方が、次のスライドなんですが、実はい。際にやった研修というふうに書いてあって、これも細かいことが書いてないんですよ。細かいことはああ、書いてないんですけど、こうはい。いうふうな分け方をしてあって、基礎コースの1と2っていうのが多分前回お話をした部分で、それから第3部の部分と応用の部分は前回のお話でもっと先に行きたい人は読んでくださいと言った部分に対応する、そういう中身になっているようですね。なるほど。だから70年代からすでに TA の考え方を研修でも使って人間関係を良くしたりとか、あるいは自分の自己改造とかに使ったりというアイデアはあったということだと思います。で、この方の本で面白かったのが次に一つ紹はい。介したいんですが、実は採用面接と TA というのが書いてあって、はい。これが実は面白くて、採用する人は、面接官は TAC のバランスの取れた人を絶対配置しないとダメだって書いてあるんですね。なるほど。だから、これは誰を取ってくるかということにめちゃくちゃ関係があるので、そこのはい。下に書いてあるように、批判的な親の強い面接官だったら、従順な子供の強い傾向のある人が選ばれてくるということなんだって言うんですね。から子供の強い、C の強い面接者が選ぶと、P 的な理想主義者とか、子供的な楽観主義者が選ばれがちになると。なので、面接官の PAC のバランスっていうのはとても大事だよっていうことが書かれていました。これ、これを、うちもクライアントで面接官やる人には、エゴグラムデータ取ってもらってるんですけど、え意外にですね、ーえ PAC、実際には5個あるんですけど、5つの自我のバランスがすごいうまく取れてる人ってめちゃくちゃ少ないです。少ないです。そうですか。だから、そういう意味でいくと、うちのツールの場合は、面え接官のエゴグラムと応募してきた人のエゴグラムが両方見れるようにしてあるので、なるほどね。好き嫌いみたいなとかね、自分と似たなるほどね。はい。者同士が話しやすいとかいうのはあはい。る程度わかるんですけど、でもね、このバランスが取れた人って結構いないんですよ。いないです。そうですか。はい。管理職とか経営者になると、すごく尖った人が多くなるんですよ。はいはいはい。またそうでで、ないといけないのかもしれないんですけど。そうなんです、そうです。なはい。ので、僕の知り合いの社長さんなんかも、僕は面接向いてないので、もう絶対選考には関わらないってなるほどね。宣言してる人もいるぐらいですからね。
自己理解がすごい進んでる人なんですけど、そうだから特徴的な自我を持っている経営者の人と面接官というのは、ひょっとすると相入れないっていうことかもしれないですね。そうかもしれないですね。はい。まあ、そういう話が出てました。はい、次からちょっと外国の例をご紹介したいと思います。これはニュージーランドの大学に出された学位論文の中身なんですけれども、これ次のスライドいきます。で、ニュージーランドで参加している人は、リーダー経験のある20歳から50歳の留学生11名と書いてます。これはどういうことかというと、このワイカト大学というところに留学してきて、MBA とかを取ろうとする人たちで、東南アジアを中心にして、すでにマネジメントとかリーダーの経験のある人が学位を取りに来ているということなんで、すでに実務の経験をたくさん持っている人たちというのが対象になっていて、この研修の目的は、リーダーと部下の間のコミュニケーションをうまく取れるように強化していくっていう、これが目的の研修なんですね。で、方法としては、対面またはズームって書いてありますが、これはコロナの時なんで、ズームによるのもあってということで、5日間連続で夕方なんですけど、1時間ずつ5回。で、最後の1回はその評価をするので、4回ですね、実質。4回になってて。で、具体的には、オーディオビジュアルの補助があったり、あるいはグループ討議、クイズ、グループ活動、ロールプレイ、こういったものを全部混ぜてあるということで、で、実施をする全体の前に、基本的な情報を提供して、同意書をもらって、コントラクトをちゃんとやって、で、資料を渡してっていうことをしてから始めます。ということが書いてあります。研究としてもやってるので、ここが大事だったんだと思います。で、次を見てもらいます。で、これが5日間のスケジュールです。こういう形で研修をやるんだなというのがわかると思います。で、1回60分なので短いんで、かなり充実しているというか、事前の宿題を出してあって、読み物とかドリルとかをやってから来ることになっているということがあります。で、1日目のところは、基本的に自我状態構造の理解というやつ。上の契約スキルの理解っていうのは、コントラクトの話がきちんと事前にやってあるんですね。このスキルが大事だという話が最初に出てきています。で、まず最初の1日目は、自我状態の構造の理解。PAC の図が出てきて、これを分かるようになってっていうのを議論をしたり、Q&A をやったりっていうことで、1日目が終わる。これ、契約スキルっていうのは、いわゆる仕事をやって、ステークホルダーたちと仕事を進める上での契約。いや、そういうことではなくて、この TA を使うときの一番出発点として、そうなんです。そういうことなんです。そうです。トランザクショナルだから。はい。それをやるときの契約っていう意味なんですね。なるほど。だからこれやらないでやっちゃうと、勝手にどんどんやったりすることがあるんで、そういうことではなくて、使うなら使うできちんとしたコントラクトの中でやりましょうってやらなきゃいけないですよっていう話。なるほど。から2日目はもう丸々構造の認識と変化ということで、自分自身についてですよね。自分自身について PAC どういう状況になっているのかという話と、自分が交流パターンをいろいろ考えていくっていうですね。具体的な事例を見ながら、さっきの2人の間の会話の矢印とかを作っていくっていう。で、これでどんな状態があるかとかいうことをみんなで議論をしていくというのが2日目。で、3日目がさっき言った I am OK, you are OK のパターンのところを中心にして事例を検討したりということが。4日目は心理ゲームというロールプレイがあるんですけど、これをやるんですけど、これ見てもらうと、エゴグラムにつながるやつがないんですよね。機能が。構造の方だけなんですよね。だから、さっき言ったコミュニケーションをうまく取るっていうことが目的なので、エゴグラムの方は入ってなくて、焦点は交流パターンの分析のとこだけになってる。なので、1日60分で4回で完結するシリーズになっているということです。で、最後は研修がどうだったかという評価が行われるというふうになっています。で、これはだからニュージーランドの例ですけど、60分実質4回で小さなパッケージでも研修ができるという、そういう例だと思います。ただし、この場合はあくまでもマネジメントとかの経験のある人たちを集めて、より良いコミュニケーションを取るにはどうするかということで、自分自身の交流パターンの分析とか、それをやると。こういうことになっています。はい。では次いきます。次はイギリスなんですけれども、TA を利用した研修ということになっていて、これちょっと古いんですよね。78年で古いんですけど、見てもらいます。じゃあ次見てください。対象としては、多様な部門で働く顧客対応のマーケティングチーム。これ女性ばっかり、若い方で9名なんですけど、企業のイメージとサービスの両方を促進するコミュニケーション能力を開発したいということで、TA を使った研修をやると。
で、課題は顧客にアプローチしたときに、顧客から受け取る反応と、そのような反応がなぜ出てくるのかということを理解しようということで、なるほど。これをやっています。具体的なものを見ていきます。次です。一部、二部というふうに分かれているんですが、一部の方は、ここに書いてある最初導入活動があって、それから自我状態を理解して、それから自分の自我状態の理解があって、エゴグラムがあって、で、トランザクション、これは交流パターンですね。これを理解して、実際にその交流パターンについてやってみるという、こういう流れになってるんですけど、で、基本的に言うと、だから、さっきの例と比べると、エゴグラムのところが入ってるんですね。これは自分自身のことも知らなきゃっていうのだというふうに思ってやっています。方法としては録音を使ったり寸劇を使ったりっていうふうになってて、70年代ですからまだまだ新しい方法は使われてないんですけれども。それで、例えばエゴグラムの場合でも仕事の場面と家庭の場面と両方作れっていうふうに指示をしてるっていう、これも面白いかなというふうに思いましたね。これ、実際に会社とかで質問通報でエゴグラムやってもらうじゃないですか。はい。そうすると、時々質問が来るのが、会社の自分で答える、それとも家ので、どっちで答えたらいいでしょうかって聞かれるんですよね。仕事上の話をするときはやっぱりオフィスでの自分で答えてもらわなきゃいけないので、オフィスで答えてくださいって言うんですけど、結構マネージャーの中には自分を使い分けてる人が、まさにロールプレイしてる人もいて、会社の自分と家の自分が全然違いますって、意識的にやってる人がね、結構な確率でいる。イメージで 5% いますね。でもそれは逆に言うと、こういう研修をやるときには、そこをちゃんと逆に意識してもらうということも大事な方法になるんですかね。そうですね。混ぜないでどっちかで決めてやってくださいって言います。だから例えばこの人たちがやってるやり方で言うと、そこを分けていくので、例えば家庭の方は全然研修では使わないんだけど書かせると。で研修で使うのはあくまでも仕事の場面なんだけど、両方書かせることによって、よりその仕事の場面での自分が表に出て、そっちを使うという、そういうことに使えるという、そういうことだと思いますね。で、同じようにここでもやっぱり3種類のトランザクションの学びがあって、次のスライドを見てもらいましょう。こんな形で例が出てるんですけど、これは英語で書かれてるっていうことと、からコンテキストが全然わからないので、この部分だけ見ても矢印引けないんですよね。なるほど。だから正解はって言われても状況によって変わるんじゃないかなっていう、それが一つの学びにはなるんだと思うんですけど、どういうニュアンスで言うかっていうのによって違う。例えば一番左の上のやつなんか見ても、オフィスの女の子たちが彼の周りを取り巻いていたのを見たことがあるかっていうと、でも彼は既婚者だよっていうのは、A と A を言ってるのか、それともなんか批判的なことを言おうとしてるのかとかっていうことによって、矢印の向きが変わったりっていうことがあり得るので、これは生でどういう状況の中でこの会話があったかということを見ないとなかなか矢印引けない。で、これは逆に言うとどういうことかというと、研修をやるときにとても難しいことじゃないかと。紙ベースでやるっていうことになると、これはあんまり役に立たなくて、むしろ寸劇だったり、そういう場面を実際に見てもらって、で、今のはどうでしょうかっていうふうに持っていかないと、本当の読み解きはできないのかもしれないというふうに思いました。なので、論文とかにこういうふうに書かれていても、あんまり役に立たなくて、むしろ現場サイドでは、具体的なちょっとしたチャットだったりみたいなものを出した方が、おそらくみんなが納得できるんだろうというふうに思います。特に前回ありました裏の意味があるという、点々点々点というやつですね。こういうやつはやっぱりそこでないとなかなかわからないし、またこれをやることによって、例えばある上司の場合にはもう絶対に下から行った方が話がうまくいくと。これ間違えると長引いて困るんだみたいな話だとか、そういうのはちゃんとあるので、やっぱりこの分析がきちんとできる人っていうのは、会社の中でもうまく渡り歩けるのかなという気がしますね。そのためのツールとしてはとてもいいんじゃないかという。目の前の人がどの自我で自分に語りかけているかって強いですよね。それができるということだと思います。そうですね。じゃあ次へ行きます。はい。今のが一部だったんですが、二部の方っていうのがあって、これはちょっともう上級コースになるので、最初のライフポジション OK 牧場の話は前回お話をしたんですけど、その他のストロークとかゲームとか、こういう部分は上級編なので、選択制と書いてありますから、もっと上級コースでやりたいという人がいた場合には、こういうところまで行けますよという例が書かれています。
ということで、基本の部分だけ、さっきの一部の方だけで大丈夫だと思います。はい、じゃあ次いきます。はい、次は TA を利用したコーチングの事例。研修ではなくてコーチングなんですが、これを見てもらいます。で、この本の中に書かれていたんですけど、コーチングの理屈と TA の哲学は非常に共鳴するんだというふうに書いています。はい、次を見てください。で、コーチングっていうのは人が自分についての新しいイメージを作るのを助けていくことなんだけれども、TA の哲学っていうのは前回見ましたけど、人は OK である、思考力があって変化を選択できるっていう。これって実はコーチングとぴったしフィットするんだと。そうですね。だから TA の用語を使用することで、その課題が表に出てくることができて、何が起きているのかより役立つ代案、これを考える、共感する、外から見ることができるようになる。ということなので、TA はコーチングと非常に親和性があるというふうに言っています。それで、コーチングの中で実はイタリアで面白い報告があって、まだ出たばっかりなんですけど、去年の11月に出た本なんですが、自費出版の本で、ゲノグラムっていうやつと TA を合体させたコーチングツールっていうのが発表されてるんですね。ゲノグラムっていうのは家系図です。で、家系図と TA、交流分析を合体させると、コーチングうまくいくっていう話なんですね。で、家系図っていうのは、自分の過去が現在の自分の思考、行動、感情に与える影響の手がかりを与えてくれると。で、TA は逆に今ここで感じている問題、課題に対する思考、行動、感情に関する両方だから、両方を合体させると、過去からの自分の状態と今の自分の状態を合わせて立体的に把握して、コーチの支援でこれを改善することができるんだと。簡単に言うとこういう考え方で。で、面白そうですね。次をエスキューティブコーチングに使うっていうふうに書いてあって、何でもかんでも使うわけじゃなくて、結構手間暇かかるので、もう限られたエクスキューティブに関しての使い方なんですが、彼女が言ってるのは、基本的にグローモデルっていうのは欠点がありますと。よく言われているそのモデルは何ができないかというと、構造化されたモデルで非個人的で技術的であると。で、クライアントが自分たちの目標を知っているということが前提になっているけど、そんなことはあんまりないんだと。目標を妨げている現在の限界も知っている必要があるんだけど、それも分かってないでしょうと。で、特にクライアント自身が直面している内部の課題、自分の心の中の課題に関しては対応できないんだと。なので、このグローモデルを中心とした現在のモデルでうまくいかない部分をやるっていうのに G プラス TA っていうのが効きますっていうことを書いてあります。これ私が実際にね、企業向けのコーチングするときに、今、実際に問題になっているのは、管理職層なんですよね。部下長層。で、部下長層って結構人数多いから、グローモデルみたいに、その会社のビジネスをめちゃくちゃ伸ばすために経営者でコーチングするとかっていう手法は、やっぱ全然使えないんですよね。で、言ってみれば、経営者と管理職って、スタッフ層から見れば似たように見えるかもしれないですけど、やっぱメンタリティ結構違って、でそうすると、管理職って言ってもすごく優秀な一般社員みたいなニュアンスはどうしてもやっぱあって、そもそも自分の目標とかない人が多いですよね。で、目標がないけど会社はパフォーマンスの改善をしてほしいとかっていうと、めちゃくちゃ悩むわけですよ。と何っていうと、結局この最後の内部課題なんですよね。その人すら気づいてない、行動上の TA のベースにある邪魔者をどかしましょうみたいな。邪魔者がどっから来てるんだっていうのは、ものすごく逆に刺さるんですよ。みんな気がついてないんで。そこを気づかせてあげるっていうのは、意味ではすごく僕も TA とコーチング合ってるよって言われて、やっぱりそうなんだって、改めて納得しました。で、次いきます。はい。ゲノグラムプラス TA による方法というこの図なんですが、左側が家系図ですね。で、この時点ではまだ PAC は書かないんですけれども、まず最初に家系図を書いてもらうということを最初にやっていって、で、その時に、例えばおじいさんはどんな人だったとか、おばあさんはどんな人だったみたいな話を根掘り葉掘り聞くというか、聞くっていうよりは自分で喋り出すという、そういう形で、それを記録に残しながら家系図を作っていくっていう作業が左側
側です。で、これ個人情報を扱うので、契約できちんと守秘義務とかを明示しておかないと、後で問題になるので、これはちょっと気をつけなきゃいけないところですね。で、それを最終的に右側のように TA で PAC でずっとこれを見ていくという作業をしていくと、もう全体がスッキリするという話なんで、まずこれは全体的な流れですね。まず最初に家系図を作って、で、それを TA で分析していくという方に持っていきますということです。で、次の図を見てください。で、これは著者自身が自分自身についてのゲノグラムを作ったものなんですね。で、これを見てもらうと、書いていくところに赤系は大体敵対するとか、絶縁するとか、操作するとか、不和だとか、支配するとか、これこういう分析の仕方がちゃんとあって、記号が決まってるんですよね。で、緑色で書いているやつは、ポジティブな、親和的であるとか、親密であるとか、交際してるとか、そういうようなやつが出てくるんですけど、で、黒いやつは、その中間っていうか、疎遠であるとかっていうふうなですね。はい。で、こういうふうなやつを作るというわけですね。だから時間ものすごくかかるんだと思うんですけど、はい。後でそれが出てきます。で、こういうのを使って最終的に GA で持ち込むんですけど、次の表です。利用の例です。これ例えば、彼女が北米とか欧州の多国籍企業3社で複数のエクスキューティブのコーチングをやってて、で、効果がそこに書いてあるように、過去の経験が現在の行動や人間関係に与える影響をより深く認識することができる。この過去の経験っていうのが、その家系図の話ですね。それから、クライアントの無意識の行動や動機への認識を促進する。それから、クライアントが特定の行動にとらわれている理由を探れる。で、流れなんですけど、これ、最初2時間を10回で全体でやるんだけれども、実際にこの家系図とか作るのに入るのは5回目からだと。最初の4回はとにかくラポール確立するのに時間をかけろというふうに言って無理ですよね。で、そうして本当にこの人はゲノグラム分析を使うべき人なのかどうなのかっていうやっぱり判断しないといけなくて、誰でも全部これを使うということではなくて、ある程度選択的にこの人はこれやった方がいいっていうのを見極めるっていうのは4回ぐらいかかるんですね。それから5回目に初めてゲノグラムのツールを使うようになって、で、ゲノグラムが完成してから初めて TA の説明と導入をしていくんだと。だから TA 使うのも本当に最後の最後の頃になるということですね。で、目標は自分自身で潜在能力を最大限に引き出せるようになることなんですけれども、注意点として TA の知識はゼロで始めること。最初から TA のことを言っちゃいけないっていうことですね。だから、ゲノグラムが完成するまでは TA の話をしないし、触れてもいけないっていうこと。だから、クライアントは P や C が A を汚染している可能性に気づくように指導。これが鍵なんですよね。実は自分が A だと思っている部分が、かなりの部分、見えない P が隠れて出てきてたり、見えない C が出てたりする。で、そのことに気づくことによって、隠れてた P とか C の部分を追い出していくって、これ除染って言うんですけど、汚染を除染するっていうことなんですよ。そして、純粋な A に戻すということをするっていうのが、大きな目標になるということなんですね。で、クライアントは何を発見するかというと、家族の遺伝子と職場での無意識な行動ダイナミクスとの関連を発見して、おののくというのがあるんだそうですね。だから、あまりにもそのぴったりしたことを、例えば自分がおばあちゃんの性格っていうか、そのパターンをバッチリ引き継いでるっていうことに気づいたりするんだそうですよ。で、そういうことで、だから自分はいつもこういう反応をするのかっていうことが腑に落ちるということですね。で、そうすると、それをとにかく除染するっていうことのきっかけができると。それから自分自身の重要なひらめきとか再生とか解放とかへつながって、新しい自画像が出来上がってくるっていうふうになるということなんだそうです。具体的なステップを次で見てみましょう。でそうすると、まず最初は家系図を作るんですけど、とにかく信頼関係がコーチとの間になかったらできません。で、家系図作っていきます。で、関係のダイナミクス、さっき言ったようにトラウマがあるとか、喪失があるとか、病気があるとか、双子が先に死んじゃったとか、いろんなこういうイベントですね。それをきっちり注目していくと。で、ただし TA は触れてはいけません。から分析をする。家系図の分析をしていくときに、初めて TA の基礎知識、さっきの PAC とかを入れていくということですね。で、PAC とトランザクショナルアナリシスと入れていって、で、コーチと一緒に様々なシナリオで自我状態の汚染を特定すると。いつも自分がこういうふうにパターンを振る舞うっていうのは、実はそれは面倒を見てくれたおばあちゃんのやり方っていうものが、そのまま職場であなたが使っていませんかみたいなことが見えてくるっていうことなんですね。
なるほど。だからそれをその家族歴を追跡していくことによって、ものすごく良くしてもらったような人のパターンというのが出てきたりっていうことがあるようです。で、その影響をとにかく排除するっていうことを、それ除染とか浄化って書いてますが、これをすることによって機能不全の行動を元に戻す方向に踏み出すことができるようになるということですね。で、そうすると分析結果からクライアントは組織の中での自分のリーダーシップの変革に向けて動き出すことができる。例えば自分が問題だなと思っている部分はどこから来てて、だからそうなったのか、そうなりそうになったらどういうふうにしていけばいいかっていうようなことをコーチと一緒に考えていくことによって、よりその健全な行動に向けたシナリオが実践できるようになるということですね。これが実際にやっていくプロセスだということなんですね。最初の入り口で信頼関係を作るということと、それから本当にコーチングが必要な人を見分けるということがコーチにとってはとても大事になってくる。だから一旦それがうまくいったら、その後は継続的にやっぱり連絡を取っていく相談役的な役割をしないと、フォローアップしないとまずいという、そういうことになっています。結局、この伴走してくれる人がいるといないでやっぱ安心感違うし、やっぱ何ヶ月か離れるとまた元戻っちゃうんですよね。そうですよね。それはあると思いますね。そこは一緒にやっていくタイプだとね、いいと思うんですよね。しかしこれあれですね。やっぱり小さい時に影響を受けた大人っていうのは、もうそれこそあれですね、三つ子の魂100までって感じで残るんですね。前回のお話の中であった自我の発達段階、6歳から12歳でしたっけね、ぐらいで完成しちゃうということは、その時期にどういう大人たちと関わったかっていうのが、P2 のところに叩き込まれていくっていうのが理論ですから、でそれはだから、そこで問題が起こっているとすると、それを除染という言い方ですけど、取り除いていくっていう作業をしていくということだと、それがコーチングだということもし12歳までの影響がそんなにでかいんだったら、会社のその人事部とか人材育成の人が、今の社員どうしようかっていうのもあるんですけど、やっぱそれ以上に親御さんの方ですね、今、12歳までの子供がいる親御さんがやることっていうか、その行動が子供たちに与える、人生に与える影響っていうのはめちゃくちゃでかいことですよね。ただ、この本に書かれている部分をずっと読んでいくと、なぜ親御さんで止まらずに、おじいちゃん、おばあちゃんだったり、周りまで広げるかっていうのは、必ずしも親の影響ではないっていうことが結構あるんだ、みたいなんですよ。だから世代を超えていたり、家庭の事情で、それとも親がその親からもらってるから。はい。だから、親よりもおじいさん、おばあさんの影響力が大きいということは十分にあり得るし、あるいはそのおじいさん、おばあさんのやり方が実はお父さん、お母さんに伝わっていて、それが自分の代にも伝わってるっていうのがあるんですね。例えば、代々家がパン屋さんでとかっていうと、おじいさんのやり方でお父さんが家を引き継いでいて、それを自分が引き継いでみたいなことになっていくと、カルチャーではないんですけど、精神文化が基本的に全部流れているとかっていうのがあって、でそういうところで育った人が、例えば別の企業とかで働いたりすると、そのマインドセットっていうのは残ってるっていう。でもそれはその会社の人から見たらわからないことなんで、確かにそうだ。そういうことがあるということのようです。はい。次行きます。はい、で、それを実際に受けたクライアントはどんなことを経験しているかというと、ここに書いてあることがあって、自分の行動に対する意識が高まるだったり、機能不全に陥った職業上の人間関係に新しい視点が入るとか、だから無意識の行動に対する論理的かつ合理的な説明がある。この無意識の行動に対する合理的説明が得られたというのは納得感があるって、なぜ自分がそういうふうになってしまうのか。納得感があるから変えようという努力につながるという、そういうことだと思うんですね。だからこれはやっぱり結構効果があるんですが、これ次のページを見てもらうと、実は怖いことでもあるということが書いてあって、コーチングの目標というのは効果的な人間関係の構築と機能的なコミュニケーション開発なんだけれども、ゲノグラムっていうのは人の過去を深く掘り下げる破壊的なツールだって書いてあるんですよ。ディスラクティブって書いてあるんですよね。なので、今ここに焦点化する従来のコーチング手法と矛盾することがある。で、もう一つはこれ一回使っちゃうとですね、メガネ書き換えられなくなるっていうのがあって、なんだ、俺はそうなのかっていうふうに思ってしまっちゃうっていう部分が結構あって。コーチされる人がってことですか？そうです。コーチされる人がね。著者の中の文章にあったのは、自分の家系図見ていって、これとこれが自分の今のに影響してると分かった途端に泣き崩れて、で、書いた家系図をビリビリに引き裂いたっていう人がいるって。
なるほど。だからやっぱ心理的な動揺っていうか、影響めちゃくちゃ大きいらしいので、コーチの役割っていうのか、それもなかなか大変なんだろうな。だから破壊的なツールだというふうに書いてあるのはそういうことだと思うんですね。僕もそのエゴグラムを使った研修やってる時に、親からの影響を受けてる人やっぱすごい多いんですよね。親が取ってた行動を無意識に取ってるっていうのは結構あったりとか、あるいは親から十分愛されてない幼少期を過ごした人が同じような行動を取ってしまうっていう、そういうケースをよく見るんですけど、今の話を聞くと、自分としては親戚の中とかね、その親の系列のところで、もうこの人だけは嫌だみたいな思ってた人だとして、で、よくよくコーチングしてもらったら、自分やってんのその人と同じことやってんじゃんみたいなのが発覚した日には破りたくなりますよね。そうですよね。破壊力は結構あるので、だから誰にでも使っていいということじゃなくて、やっぱコーチがよくよく考えて、この人にはどうしてもこの家系図系が必要だと思われるときには効果を発揮するけれども、そうですね。おいそれとはなかなかできないかもしれないということだと思います。はい、じゃあ次いきます。はい。ということで、2回にわたったわけですけれども、一応私の方でまとめてみたものを見てもらいます。次いきます。まず一つ、トランザクショナルアナリシスには流派がある。これは最初の頃お話をしました。それから、学派の中で発展してきているけれども、あくまでも一つの学派であると。なので、その、社会一般に全部この TA という考え方が広がっているわけではなくて、あくまでもこの学派の人たちの中でうまく使われているという話です。それから、出自は心理療法とか医学の分野であったけれども、今は一般に普及している自己解像とかコミュニケーションの改善に使えるツールになっていると。それから、研修とかコーチングで利用しようとする場合には、契約という考え方と倫理の遵守が必須になると。ここはやっぱり大事なポイントですね。契約の中で、ここからここまでは研修でやりますよとか、ここからここまでのコーチングは私がここでやります。これでいいですかということの合意が必要だと。それから自己研鑽で利用することもできるんですけれども、自分自身の見方とか相手の見方、コミュニケーションの見方が大きく変化する可能性があるので、注意が必要ですよと。だから、メガネ書き換えると元に戻れなくなりますよっていうことがやっぱりあるんだと思います。ということで、2回にわたりましたけれども、TA の理論の説明と TA の応用として、研修とかコーチングのお話をさせていただきました。ありがとうございました。ということで、皆さん以上でですね、小川さんの2回の TA に関する研究を見ていただきましたけど、いかがでございましたでしょうか。実際に自分のことを知るっていうのはとても難しいことですし、会社の中で人材育成をしなきゃいけないとかって言ってね、その人のできる可能性を広げていこうというのは、すごくお金も時間もかかることだと思うんですよね。ですので、少しでも経験値があるところに少し頼ってみるっていうソリューションがあるんじゃないかなと思います。弊社で5、6年この TA 使っていろんな研修とかコーチングしてますので、もし興味がある方はですね、概要欄の連絡先から連絡いただければというふうに思います。ということで、おわせで前回、今回とありがとうございました。ありがとうございました。